はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月18日から28日までの10日間を、星の解説とともにタロット見てみたいと思います。よろしくお願いします。それから3月の末か4月ぐらいからYouTube のメンバーシップやってみようかなと思っていまして、また準備ができたらご案内いたしますが、メンバーシップの皆さんにどんな特典をつけようかなということで考えています。もしこんなのやってもらえたら嬉しいなみたいなのがあれば、リクエストがあればよかったらコメント欄にて教えてください。よろしくお願いします。じゃあ行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメント逆、ワンドのナイト逆、節制逆、女教皇、ペンタクルスのエース、そしてお月さん逆、大アルカナ多いですね。女帝逆、大アルカナ本当多いですね。気をつけること対策が、カップのページとワンド10逆とオラクルは、ペンタクルスのページです。これは逆です。はい、なるほど。まず星の話ですが、この2月の18日からっていうのは太陽が魚座に入るということで、非常になんか優しい、感情的に癒されるとか、波動とかバイブレーションが非常に高まりやすい、それを感じやすいタイミングになるんですね。で、ヤギ座の皆さんにとってはこのエネルギーっていうのが人とのコミュニケーションや交流の中でそれを感じやすい時になります。ですから普段以上に誰かと関わる時に相手の感覚をキャッチしやすいっていうのかな。なんか幸せそうな人と話してたらこっちもすっごい幸せ伝わってきたってなったり、イライラしてる人とか悲しんでるなっていう感じの人だったらその悲しみが伝わってきたりみたいに、非常に共鳴しやすいタイミングだと思います。これはプラス良くも悪くもなので、プラスに生かそうと思うならば非常にイマジネーションが湧きやすい、想像を働かせやすい時だったりするので、自分の中から生まれてくるいろんなアイデアを書き留めたり、何か創造性を膨らませてみるっていうのがいいと思います。自分の中から湧いてくるアイデアを自分で止めない、自分で自分を否定しないっていうことですね。自分を大事にする、癒していくっていうのもとってもいい時です。で、そしてさらには2月24日から逆行していた火星がね、順行に戻るんですね。で、この火星はもう去年からずっとヤギ座の皆さんにとってはパートナーシップっていうところに入っていて、2月24日までちょっと長かったんですけど逆行していたので、誰かとの関係性においてなんか引っかかりを感じたりとか、ちょっとイライラしたりとか、でもそれをなんか修復しようと思うんだけどなかなかうまくいかないとかっていう何とも言えない引っかかりがあった方にとっては、やっと物事が解決に進んでいくなとか、自分もそんなにもうこだわらなくてもよくなったなとかっていうことで、プラスに前向きに努力していけるような流れに変わってくるんじゃないかと思います。そして2月の25日あたりっていうのもですね、非常にインスピレーションが高まる時で、この時なんかピピピって感じることがあればそれもすごくいいヒントだと思うので、どんなインスピレーションを感じるかっていうのをぜひ皆さんもゲームだと思って今日こんなこと感じましたよみたいなのがあれば、よかったらコメントでも教えてもらえると嬉しいんですが、なんかこんな風に星がこの日動くんだっていうのが分かった時に、自分がそれをどうキャッチしてるかっていうのを確かめていくことによってどんどん星を生かしていけるようになるので、やってみてください。どんなメッセージが来るかなみたいな感じで思っててくださいね。そして2月28日が新月になります。で、この新月は魚座で起こる新月なので、ここから何か優しさが膨らんでくるねとか、先ほど言った自分のイマジネーションが湧いてくるねとか、相手にも伝わりやすいというのもあるんですが、28日からもちろん意図していただいてもいいんですけれども、もう18日以降そういうエネルギー入ってきているので、ヤギ座の皆さんそれはふんだんにもう使えると思います。なんか想像力を働かせて企画してみるとか、夢を膨らませてみるっていうのはとてもいいですね。で、カードで見た時に入り口がジャッジメントの逆なので、もしかしたら誰かとの関係性や自分が何かうまくいかせたいと思っていたものがなんかうまくいってないんじゃないかっていうふうに感じていた方もいらっしゃるかもしれませんが、それやはり火星の逆行の影響っていうのも多かったんじゃないかなと思うんですよね。で、それがようやく24日以降順行になるのでスムーズになってきます。それは今まで要するに
引っかかりがあるからこそ対策を考えたり、あの手この手を考えていた、それが学びだったねっていう感じなんです。で、決してそれはなんか自分の運が悪いからとか自分の才能がないからできないっていうことではなくて、わざわざその遠回りをしていろいろ経験して知るための期間でしたよねっていう感じなんです。なのでどんなことをね思っていたかなんですけど、ジャッジメントにここで節制というのが出ているので、非常に自分にとってはこう崇高な夢だったりとかね、いつかこんなことやってみたいと思っていたことに対して実際に努力されていたんだと思うんですね。でその努力に対してなんか結果がついてこないって思ってらっしゃるかもしれませんが、結果っていうのはどの時点での結果かっていうのは分かんないわけですよね。この時点ではまだだけど、数ヶ月後にはこれあれはあれでよかったんだと思えるっていうこともあるかもしれないので、あまりこう自分で自分に烙印は押さないようにしてください。そして今この現在はっていうと、女教皇が出ていて非常に聡明で、いろんなあらゆる可能性というものを自分が客観的に捉えて考えられる時ですって感じで言われてるんですね。変に夢物語みたいになってないし、変にネガティブにもなってないっていう感じで、とってもなんか本当にインスピレーションが高いなっていう感じがしますよ。でさらには何かご自身の中で可能性っていうものを比べていたけれども、その可能性をどうしていくかっていう答えを出していかれるんだなっていうふうに思います。女教皇の後にやっぱりペンタクスのエースなので、ペンタクスのエースっていうのは非常に健康的にこれから伸ばしていきたい、これから増やしていきたい、継続していきたい価値、お金、豊かさっていうものがあるよって感じで出ているので、これまでは考えていた、どうしようかなと思っていた、でも何かを始めるっていう感じがします。そしてそのこととてもうまくいくみたいです。ここでお月さんの逆が出ているので、そんなに心配することなかったなとか、こんなにあれこれいろんな策練っておかなくてもよかったなみたいな感じで、心配事が晴れてくるって感じで出てるんですね。とても現実的な結果があるから心配事が晴れてくるんだと思います。そしてその後は女帝の逆ということで非常に豊かです。ただちょっと今まで本当にキューって頑張っていた方にとっては緩んでって感じで、ちょっとぐらい贅沢してもいいんですよってね言いたい感じなんですよね。でももし今まで結構自分に贅沢させてきましたとか、ちょっと自分に優しい甘すぎましたっていう方は、ちょっと過剰な甘さっていうのかな、例えば暴飲暴食しすぎるとか、なんか別に買わなくてもよかったのにちょっとショッピングでお金いっぱい使っちゃったとか、そういうこともありがちなので、何を心配していたのかなっていうのを自分で捉えた上で、現実心配することなかったよねって、今で大丈夫だよねっていうところで抑えてください。そして自分に合った自分にふさわしいご褒美を自分に与えるようにしてください。何も過剰に与えなくても大丈夫っていう感じです。そしてやはりオラクルはね、ペンタクスのないページの逆なので、非常にゆっくりペースなんです。ここで何かこれまでちょっと自分の中ではうまくいってなかったなって感じたことに対し、対策を考えて次の手を打つ。でその次の手を打つことっていうのがとても現実的にうまくいく感じがするんですね。だけど一足飛びに行くわけではないので、ゆっくりゆっくり育っていく。そしてこの時期から生まれてくるものっていうのは、今ちょうど全体像のところでは自分のイマジネーションとか想像力っていうものが働かせられていく時なので、今想像しているものがそのまんまその通りではないかもしれない。いろいろ形を変えていくかもしれませんが、そうやっていろんな可能性がまだ変更できる可能性っていうものを残したままぜひ進んでいってくださいって感じがしました。そしてあんまり自分に無理しすぎないようにねしてくださいね。ワンドの10の逆が出てる時っていうのは、やっぱりこれまで抱えすぎていたもの、これをやらなくちゃいけないんだ、あれもやらなくちゃいけないんだって言ってこう抱え込みすぎていたものを手放すよっていうふうに言われてます。ちょっともうちょっと見てみようかな。最後に出てたこの女帝のカードね、もしこれまで頑張りすぎていたよっていう方にとっては自分へのご褒美だから、そこは優しくしてあげてくださいっていう感じで、もし甘すぎる人にとっては過剰なね甘えっていうのは注意だよっていうふうに言ったんですけど、補佐カードに出したのがラバーズなので、何か新しい喜びっていうものが入ってきてるんだと思うんですね。誰かとの出会いだったりとか、喜ばしいこと、嬉しいことっていうのがあると思います。でも今まだそれが形作られていないという段階なんですよね。今から作られていくところなので、今まだ可能性がたくさん湧いてきている状態。それをゆっくりと形にしていきます。まだまだ変更しながら形にしていきますっていうことなんでしょうね。
はい、ちょっとそれを踏まえた上でお仕事を見てみますね。焼田さんのお仕事、ジャスティス、スター。すごいペンタクスの10ということでめちゃくちゃいいですね。なんだかこう可能性は変更しながら育っていくっていう風に出てるんですけど、全体としてはすごく強いんですよね。ヤギ座の皆さんのこれまで培ってきたものとか作り上げてきたものというのがドーンとあって、でその上にさらなる可能性として流れが来ているので、可能性はまだ波動のレベルなんで現実にはなってないんですけど、非常にそれが強いんです。そしてお仕事って言った時にとても今の自分のバイタリティ、自分の体のバイタリティと現状来ているこの仕事のチャンスっていうもの、仕事のなんかやり方なのか取り組み方なのか、変に過剰に仕事しすぎるっていうんじゃなく、自分というものをちゃんとバランス取りながらいい塩梅で仕事をこなしていくと。そしてまさにこれやってみたかったんですっていう仕事に携われるよっていうふうに出てるんですね。スターにペンタクス10なので、非常にこれは価値がある。これやってみたかったんですよっていうような仕事だったり、そういうチャンスが来たり嬉しいことあると思いますよ。なんか解放って感じがしますもん。そしてすごくそこに豊かさがあるので、今仕事を通して経験できることってとっても自分を豊かにしてくれるみたいですね。いいですいいです。さらにこれをプラスに持っていくなら、何かやはり仕事って社会とのつながりっていう感覚もあるんですけど、コミュニティとか自分の身内とか、なんかメンバーシップみたいなね、なんかそういう仲間っていう意識を持ってその中で自分を解放していくことによってさらに豊かになるなって感じがしました。はい、ちょっと、人間関係見てみますね。人間関係、カップのナイトとソードの7と忍者ということで、人間関係って見た時に他者からの優しい申し出がありますね。誰かがすごくヤギ座の皆さんのことをケアしているというか、気にしている、気にかけている、優しくしてあげたいと思っているっていう感じです。でそれに対して優しくしてもらうことに対してなんか裏があるんじゃないかなとか、なんか優しくしてもらったけどなんかお返ししなきゃいけないんじゃないかなっていうような気持ちになってるっていう感じです。なんか今は誰かと向き合って溶け合ってっていうよりも、なんか自分でしっかりと立っていきたいっていう感じがしますね。そして仕事はそれができる。でもじゃあパートナーシップはって言った時になんか他者に惑わされたくないみたいな思いがあり、嬉しい申し出なんだけどそこに乗っかるだけは嫌だみたいな感じもあるかもしれません。でも人を通してその疑う気持ちっていうのもあるかもしれませんが、自分自身が自分とちゃんとつながってしっかりすれば惑わされることはないので、ぜひどっしりとした、自分で自分を立て直す、そしてなんか可能性が変更しながら変わっていくって感じなんですよね。なんかまるでほらあれです、眉の糸とかもね、この小さい眉から糸ができて、その糸を紡いで生地になったり、その生地をまた裁縫して一つのカバンになったりみたいな、どんどん形を変えていくじゃないですか。そんな感じで今自分が思い描いている可能性っていうものがどんどん形を変えながら自分の楽しみにつながっていくって感じがしたんですね。いかがでしょうか。なんか、言いたいこと分かりましたよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では、最後にもう一枚オラクルカードを見てみましょう。ヤギ座さん。このカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも自分の直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。いいじゃないですか。なんとなく自分では独立しているというか、ちょっと孤立している感覚があるのかもしれません。だけど必ずその中で今のこの状況だからこそ感じることがあったり、感情の中で何か求めているものがあるからこそそこに光が届くみたいな、そこに気がつく、ちゃんと自分の心の中にオアシスあるよみたいな、そんな感じがしました。はい、ということでありがとうございました。次回3月2日までにまた次の動画をアップしたいと思います。ぜひ豊かな時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。